テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編11話、またの名を遊郭編最終話。サブタイトルは何度生まれ変わっても、ついにやってきてしまいました。いよいよ2月13日で終わりです。終わりとは言っても、まだまだアニメ化は止まらないと思うので、しばしの休息です。人生のうちのたった11週間でしたが、久しぶりに熱くなることができました。そして、いつもコメントをしてくれる人たちのおかげで、感動を分かち合えている感覚を楽しむこともできました。毎週日曜日は興奮して寝れず、月曜日に訪れる睡魔と倦怠感。この辛さがいい思い出になります。今この時代に生まれ、アニメ鬼滅の刃をリアルタイムで楽しめている、本当にいい時代です。ということで、アニメ10話で壮絶なバトルが終わり、いよいよ感動の11話へと進んでいきます。最終話は、放送枠を拡大した45分の放送。感動の回想で号泣すること間違いなし。今回は解説が長くなりますので、動画を2つに分けてみました。まずは10話の振り返りと11話前半をしっかりと解説していきます。いいねと共有ボタンからのリンクコピー、チャンネル登録と通知のオンをお願いします。コメントは絶対です。では参ろう。鬼滅の刃遊郭編10話振り返り。前回の振り返りです。原作92話、禰豆子の回想から本編は始まりました。そして目覚める炭治郎、燃える遊郭、そこに牛太郎が現れます。ここからしばらくは牛太郎の趣味の時間。炭治郎の指を折り、罵声を浴びせ、人間が絶望する時間を楽しみます。今までも牛太郎はこうやって人間の心が折れる様子を楽しんできたのでしょう。絶望する瞬間を楽しみながら、最後は残酷なやり方で。しかし炭治郎の心は折れません。禰豆子の木箱を持って走り、毒の苦内を拾いに行きます。苦内の毒の匂いを遊女の香り袋でごまかしながら、炭治郎はタイミングを見計らいます。苦内を牛太郎に投げるタイミングを、そして渾身の頭突き、とともに苦内を牛太郎の足にめがけて投げます。苦内は見事に牛太郎の足に刺さり、牛太郎は少しの間動けなくなります。そこに炭治郎の日の神神楽、指を折られ、肩の傷の影響もあり握力が足りない。なかなか切れない首。ダキが邪魔に入ります。そこに復活の善逸。善逸は神速を使い瓦礫から抜け出し、もう一発の神速で、ダキと遊郭一周旅行に出かけます。善逸が遊郭旅行を楽しんでいる中、炭治郎は首を切ることができず、牛太郎は復活。やられかける炭治郎。ここで宇髄天元が復活。そして圧巻の譜面演出からの牛太郎との壮絶なバトル。これは鬼滅の刃なのか、そう錯覚してしまうほどのクオリティ。善逸とダキが遊郭を飛び回り、それに合わせるように天元、牛太郎も遊郭全体を使って壮大なバトルを繰り広げます。宇髄天元はやはり強い。そう確信させてくれるこの戦い。ですが天元は、毒の影響もあり限界が近づきつつあります。牛太郎の攻撃を腹に受け、左目も負傷。しかし天元も負けてはいません。やられると同時に牛太郎の左腕を切断。そしてタックルによって動きを封じます。そこに炭治郎です。天元の飛べ、という掛け声とともに、牛太郎をめがけて大きくジャンプする炭治郎。牛太郎は炭治郎の顎を鎌で攻撃。しかし炭治郎は止まりません。そのまま刀を振り抜きます。限界を超えた炭治郎は、ついに技を発現。心拍数200以上、体温39度以上の状態。万力の握力により、刀の温度も急上昇。切れていく牛太郎の首。一方善逸とダキは、神速による遊郭一周を終えていた頃でした。神速でダキを引きずり回すも、未だ切れない首。そこに伊之助の登場です。善逸が飛んでくる場所を見極め、そこに飛び出す伊之助。善逸の刀とは逆方向から刀を入れ、神速の勢いでダキの首を切る。炭治郎、善逸、伊之助、かまぼこ隊の3人は雄たけびを上げ、炭治郎は牛太郎の首を、善逸と伊之助はダキの首を、それぞれ切ることに成功します。同じタイミングで切られた首、頭は転がり向かい合わせで停止。ようやく終わった。誰が欠けても勝てなかった決戦。しかし絶望は続く。炭治郎、伊之助、天元は、毒により間もなく命が尽きる。さらに牛太郎の体からは、最後の取り立てによる血気術の発動。鬼にも体力というものがあり、血気術を出せる限度はあります。
その限界いっぱいまで放出したであろう、牛太郎の血気術、あたり一帯を破壊します。住民は薪とスマが逃がしていたため、民間人の被害はないでしょう。ただ、近くにいた天元と炭治郎は、禰豆子は、どうなる11話。鬼滅の刃、遊郭編、11話、危機回避。さあ、いよいよアニメ11話です。11話は原作95話から始まります。冒頭はやはり前回の戦いの振り返りからの、牛太郎の最後の血気術発動からのオープニング。そういった流れになりそうです。オープニング明けはどうなるのか。ここはアニメならではの演出に期待。漫画では牛太郎の飛び地釜をどうやってしのいだのかは描かれていません。ここは予想ポイント。皆さんも考えてコメントしてみてください。みんなどうやってあの状態から生き残ったのか。まずは状況整理から。善逸と伊之助は屋根の上にいました。遊郭一周とネタにしましたが、実はそんなに移動はしていません。アニメでは長い時間に感じましたが、実は全て一瞬の出来事だったのです。善逸と伊之助は、すぐ近くの家の屋根の上にいる状態です。そして同じく家の屋根の上にいるのが、天元の嫁3人です。嫁たちは、距離的には善逸と伊之助よりも、牛太郎からは離れている様子。そして地上には、天元、炭治郎、禰豆子がいます。一番危ないのは天元と炭治郎。この距離で飛び地釜をまともに食らえば、最悪即死もあり得るといった状況。しかし一旦はご安心ください。漫画の最後のコマでは、天元と炭治郎への飛び地釜の軌道はありません。どちらかというと、斜め上方向への軌道が多めです。ただ、このコマでの飛び地釜が全てとも言い切れません。ここからまだ追加で発動をしていたら、やはり天元と炭治郎は危ない。そして、斜めに飛んでいる飛び地釜は屋根の上に向かっているため、このコマを見る限りは善逸と伊之助も十分危ない。さて、みんなはどうやってこの危機を回避したのか。嫁3人はどうでしょうか。嫁たちは元忍びなので、ひな鶴を抱えて後ろに下がればなんとかなりそうです。善逸に関しては足がダメになっているので、動くことができない状態。ここは伊之助が善逸を助ける展開になるか、もしくは運で助かるか、伊之助が親分肌を見せてくれたら嬉しい。血気術が収まった後、善逸は地上に、伊之助は倒壊した屋根の上で倒れていました。状態としては伊之助の方が危ない状況。やはり、伊之助が善逸をかばった、という展開に期待。善逸は毒を食らっていないので、そこも考えて伊之助が体を張ったと、親分として子分を生かすために、善逸は首を切った瞬間はまだ寝ていたので、伊之助に助けられていたとしても、覚えてはいないでしょう。なので善逸はそのような発言はしていないと。そして天元と炭治郎について、ここは禰豆子が助けた可能性が高い。炭治郎が目覚めると、そばには禰豆子がいました。炭治郎は、禰豆子が助けてくれたのか、と言っています。禰豆子は笑顔を見せていますので、おそらくこれは事実でしょう。ということは、ここがアニメで描かれる可能性はある。禰豆子が箱から飛び出し、炭治郎を助ける瞬間。小さいままで助けるのか、それとも大人バージョンになって助けるのか、要注目です。問題は、天元はどうしたのかという点。禰豆子が天元と炭治郎を同時に助けたのか、天元を蹴り飛ばし、炭治郎を体を張って助けたというのなら、その可能性もあります。ここも要注目です。鬼滅の刃、遊郭編、11話、解毒。牛太郎の最後の血気術により、遊郭は崩壊。炭治郎が目覚めると、困った顔の禰豆子がいました。このシーンは、アニメ10話の牛太郎のシーンと似ています。絶望と安心の対比構図です。炭治郎は驚きます。毒を食らったはずなのに、まだ自分が生きていることに、そこに炭治郎と叫ぶ善逸の声。疲労で動けない炭治郎を禰豆子が背負い、善逸の元へ向かいます。善逸は起きていました。寝ている間に神足を2度使い、いつの間にか折れている両足。善逸は毒を食らっていないので、重傷ですが命の心配はありません。それよりも伊之助の命が危ない。毒をまともに食らい、胸の傷から出血多量の状態。炭治郎が声をかけに行きますが、全く反応がありません。毒を何とかしないとまずい。日の光はどうか。まだまだ夜は明けない。忍さんを呼ぶ。それでは遅すぎる。このままでは伊之助が死んでしまう。そんな時でした。禰豆子が伊之助に手を差し伸べます。
バケツでの解毒。禰豆子は、炭治郎を助けるためにこの技を覚えました。そして伊之助も解毒。伊之助は、腹減った、と息を吹き返します。ここで炭治郎は、自分も禰豆子に解毒されたんだ、ということに気づきます。そして、最初に毒を食らった天元。この人が一番危ない。よくここまで持ちこたえた。天元は最後に、嫁3人に遺言を伝えようとします。しかし須磨が泣き叫んでおり、伝えることができません。とうとう舌も回らなくなってきた天元。何も言い残せずに死んでいく絶望。そこで禰豆子の登場です。ここで禰豆子が、よっ、って言っているのが可愛い。そしてバケツでの解毒。一見すると、燃やしているような禰豆子のバケツ。嫁3人は、天元を仮装されたと驚きます。須磨は、お尻を叩きます。と言いながら禰豆子に詰め寄ります。しかし、天元がそれを制し、天元は言いました。毒が消えた。状況の分かっていない天元。炭治郎が分からないなりにも説明します。禰豆子の血気術が毒を燃やして飛ばした。それ以外の説明の方法がない状況。伊之助、天元の様子からもこれが大正解。ただし傷は治りません。天元も炭治郎も毒は治りましたが、動くと死んでしまうほどの重傷というのには変わりがありません。しかし炭治郎は動きます。堕姫と牛太郎の生死を確認しなければ、本当の終わりとは言えないからです。再び禰豆子が炭治郎を背負い、堕姫と牛太郎の首がある場所へ向かいます。その道中で鬼の血だまりを発見。これはおそらく、牛太郎が最後に血気術を放った場所でしょう。炭治郎は採血の担当で、上限の6の血を入手。すぐさま茶々丸が現れます。茶々丸に担当を渡した後、炭治郎はいよいよ首を見つけます。そこでは言い争う、兄弟の姿がありました。鬼滅の刃、遊郭編、11話、兄弟。言い争う堕姫と牛太郎。なんで助けてくれなかった？なんでとどめを刺さなかった？上限なら下っ端くらい一人で倒せ。それぞれの主張を言い合う中、とうとう堕姫が言ってはいけないことを言ってしまいます。あんたみたいに醜い奴が、私の兄弟なわけないわ。あんたなんかとは、きっと血も繋がってないわよ。だって全然似てないもの。これはどうでしょうか。堕姫の言うように、確かに堕姫と牛太郎は似ていません。二人は血が繋がっていない？いや、血が繋がっているからこその二人の血気術です。赤の他人なら同じ体で共存したり、目を移動させたりできるわけがありません。二人はまだ鬼ですので、言ってはいけないことを口にしてしまう。牛太郎もそうです。出来損ないはお前だろうが。弱くて何の取り柄もない。お前さえいなければ俺の人生はもっと違ってた。それを聞いて涙を流し始める堕姫。牛太郎も堕姫も長い間鬼をやってきたことで、我慢というものを知りません。すぐに感情的になり、抑えが効かない。言われたら言い返すが当たり前。牛太郎が本心で、こんなことを思っているはずがありません。しかし牛太郎は、さらに最悪の言葉を口にしようとしてしまいます。お前なんか生まれてこなきゃだ。そう言いかけた牛太郎のもとへ、駆け寄るのは炭治郎。それ以上は言わせまいと、牛太郎の口の前に手を添えます。本当はそんなこと思ってないよ。全部嘘だよ。仲良くしよう。この世でたった二人の兄弟なんだから。君たちのしたことは誰も許してくれない。殺してきたたくさんの人に恨まれ、憎まれて罵倒される。味方してくれる人なんていない。だからせめて二人だけは、お互いを罵り合ったらダメだ。涙腺崩壊。同じ妹を持つからこそ、二人の気持ちがわかる炭治郎。戦うことで見えた、二人の絆。鬼として人を殺してきたことは否定するけれど、兄弟の絆は否定できない。これは炭治郎にとっては切ない。これこそ日本一優しい鬼退治。そして消滅していく堕姫と牛太郎。牛太郎は最後に、堕姫の人間時代の名前である、梅の名前を叫びました。まとめ的なもの。ということで、アニメ11話の前半解説は終了となります。前半で注目しておきたいのは、最初の飛び地釜を回避するシーンと、禰豆子の、よ、のシーン。兄弟の争いと、それを見た炭治郎の思いです。ここでまず泣いてしまうでしょう。そしていよいよここから、堕姫と牛太郎の過去、地獄への道へと進んでいきます。おそらくずっと泣きっぱなしになります。1リットルは涙が出るでしょう。11話の後半解説は明日出します。
寝ずに動画を作ります。残された時間は少ない。ということで、今回の記事は以上となります。何でもいいのでコメントを置いていってください。なかなか返信はできませんが、全部読んでいます。いつもありがとうございます。それではまた。